電子製品の進化は年々早くなっています。毎年のように新しいスマホが出て、僕らはつい新しいものに手を出し続けてしまいますよね。その新しさを紹介するのが僕の仕事でもあります。でも最近ふと思うんです。目新しい製品を何十万人という人に紹介して、それっきりでいいのかなと。新製品が発表されるあのワクワク感がある舞台の裏側で、僕らはほとんど考えていないと思います。役割を終えた古いスマホたちは一体どこに行くのか。多くの人はこう思っていると思います。リサイクルに出せばちゃんと再利用されていると。でも現実は世界のスマホのおよそ半分は引き出しの中で眠ったままなんだそうです。リサイクルに回ったはずの電子ゴミの多くも本当の意味では資源に戻っていません。そんな中でとある一つの会社が本当のリサイクルを見せると、僕らを本社に招きました。わざわざこの日本からアメリカまで行きました。アップルは何を見せたかったのか。それは新しいものを作り続ける会社が一番見せたがらないはずのものでした。今回はアメリカのカリフォルニアとテキサスでアップルの環境の裏側を取材してきました。この動画では取材して分かったことを中心に話していきますが、アップルを褒めるためでもけなすためでもありません。僕が素直に感じたこと、分かったことをとにかく皆さんにシェアしたいと思ったんです。だから身構えずにリラックスして最後まで楽しんでもらえたらと思います。じゃあまず僕が最初に感じていた2つの疑問があったんですね。まず1つが環境への配慮対応ってそれなりにお金がかかると思うんですね。で結局そのコストって製品の値段に乗っていて、僕らが実質的に払ってるだけなんじゃないのかというところ。そして2つ目は長く使えて壊れにくい製品を作る。でも多くの企業は毎年新型を出しますよね。これって矛盾してないっていうところでした。これらの疑問を頭に入れながら動画を進めていきたいと思います。まずアップルの環境への本気度というのはアップルパークから全てわかります。実際にサンフランシスコのクパチーノにあるアップル本社に訪れました。アップルパークは誰もが知るパソコンメーカー HP の敷地をアップルが買収し、地上にあった駐車場を配して駐車場を地下立体化することで、もともと建物が 80%、緑地が 20% だった比率を逆転させて再構成させた本社設計になっています。地下を作るには大量に土を掘り起こす必要があります。普通であればその掘り起こされた土というのはトラックで運び出して場外へ処分されることが一般的ですが、このアップルパークではこの出た土を場外に捨てずに敷地内に残してキャンパスの人工農家として再利用しました。これによってね、本来なら必要だったトラック約14万台分の土の排出を回避したそうです。そして敷地全体では再生水を利用していて、再生可能エネルギーで稼働しています。アップルパークは一般的なオフィスビルよりも約 50% も真水の使用が少ないんだそうです。敷地内にね、池とかもあって、とてもね、ここは心地の良い空間になってるんですが、これは再生水などで飲めないんだそうです。アップルパークはね、僕も2回行ったんですけど、とにかく緑が多くて気持ちいいんです。リンゴなどの果物もね、植えられていて、12種類以上の哺乳類もいるんだそうです。なんか聞いた話によると、このアップルパークの周辺をね、社員の方が歩いてると、全然ティム・クックさんに遭遇するみたいですよ。結構アクティブにいろいろ社内をね、動き回ったりとか、いろんなミーティングとかされてるみたいで、普通に目撃することも多いらしいです。このアップルパークは屋根や駐車場を覆う大規模なソーラーパネル、停電時も稼働するマイクログリッドなどを備えて、自前の発電とアップルが調達する再生可能エネルギーを合わせることで、2018年以降は 100% の再生エネルギーで稼働しています。普通にすごいですよね。しかも冷房は3段構えです。まず基本として建物そのものを風が通り抜ける自然換気、これは世界最大級の自然換気建築で、それでも足りなければ床や天井から冷やす放射冷暖房で送風なしに部屋を整えます。そして本当に暑い日だけ一番電力を使う強制冷房を動かすんだそうです。このように少し紹介するだけでもかなり面白い構造なんですが、ここまで見てきたのは言ってみれば建物の話です。でもアップルが本当に見せたかったのはこの立派な建物じゃないはずです。その中で何をどういう風に作ってるかというところです。ここからはアップルが製品を作るにあたっての異常なまでのこだわりが見えてくるところを紹介していきます。今回耐久性ラボで見せてもらったのは大きく3つの試験でした。1つ目は耐水性。
雨だれから勢いよく吹きつける水流まで iPhone17 では全機種水深6メートルの水没にも対応する IP68 をクリアしています。ここまでの防水性能があればほとんどの日常使いに問題なく使用できるんじゃないかなと思います。そして2つ目は振動です。これは輸送のトラックとか新幹線での使用まで再現して製品を延々と揺さぶり続けるようなテストです。伝わるかな。こんな感じでめっちゃ小刻みに揺れてます。今ねちょっとカメラの関係であんまり揺れが目立ってないかもやけど、すごい揺れてて、これ手を置くと分かりやすいです。こんな感じめちゃくちゃ揺れてる。こういうねビジョンプロのゴーグルの耐震とかまでしっかりと測られています。ちなみに持ち運び用途とかではなさそうな Mac mini とかでも全然問題はないらしくて、基本的にはどういった製品でもこういった振動テストは試すそうです。ただ大きな iMac とかは別で梱包した箱ごと専用のテーブルで揺さぶるそうですね。そして最後3つ目が落下テスト。ロボットが 0.1 度単位で角度を変えながら製品を叩き落とします。しかも落下先は金属じゃなく石とかアスファルトといった僕らの生活に近いリアルな地面です。めっちゃ綺麗。全然傷がない最新の iPhone17 シリーズはセラミックシールド2を全ラインナップに採用しています。この試験では全然問題がないように見えましたが、最も傷がつきやすいのはスラップドロップだそうですね。これは最初の衝突の後に起きる二次衝撃で、特に Mac では厳しいことが多いとのことでした。そしてこれらの試験は実際に製品が工場から船やトラックに乗って世界中を旅して僕らの手元に届くまでの道のりをそっくり再現したものでした。じゃあその過酷な旅から製品を守っているのが何かというと、そうこの箱です。普段開けたらすぐ捨ててしまう、そうパッケージです。次に僕が案内されたのが、その箱を紙1枚から素材のレベルから作り込むパッケージングラボでした。まず見せてもらったのが10年前と今の箱の違いでした。かつてのアップルの箱ってプラスチックだらけでしたよね。透明なトレイにしっかりとした緩衝材。確かに保護性は高いし中身もよく見えます。でも開けた瞬間にそのほとんどが捨てられてしまうというような現実がありました。そこでアップルは10年以上かけてそのプラスチックを紙に置き換えてきました。プラスチックのトレイは紙のトレイへ、イヤホンのケーブルは折り紙のように整えています。こちらが僕もね、過去に使っていた iMac24 インチ昔の方のモデル。これはね発泡スチロール素材をかなり使っていたんですが、こちらで iMac Pro が、こんな感じのね少し変わった素材になっています。ただこれはちょっと重たいみたいで、素材としてはすごくいいんだけど、ちょっとねまだ完璧ではないといったところでした。で今の iMac がこういった形の、もうよく見慣れたデザインのパッケージになってますね。これは紙が織り込まれて、工夫してこうやって開いたりとか、開けやすくもなっていて、すごくね環境にも優しくなった、そんなね、全て紙で作られているような形になっています。ほんでこのこだわりが異常なくらい細部にまであります。例えばラベルです。これまで箱に貼っていたシールを iPhone17 では箱に直接印刷をしてラベルそのものを廃止しました。ほとんどの人はこんなところ気づきもしませんよね。ショップで購入するといつももらえるこの紙袋の持ち手も布や合成繊維に見えますが、正体は紙です。しかもその糸は日本製の薄い紙をひねって作られているんだそうです。ただ難しいのが大きな製品です。箱というのは落ちた時にクッションという仕事をしなければいけません。折り方そのものを構造にしてしまって必要な強さを作るというような設計です。この現在の設計にたどり着くまで約5年ぐらいかかったと言っていました。出荷した最初の年はまだ手で折っていたそうですよ。特に Apple Watch の箱は時計本体とその下にあるバンドの梱包という2つの箱を1つにまとめる特殊な構造になっていて、社内では折り紙ラップと呼んでいるんだそうです。これは直営店のスタッフが時計本体とバンドを組み合わせて時には購入者の目の前で包むことがあるためだそうです。そして本体を覆う紙には日本のメーカー大王製紙の驚くほどよく伸びる紙を使用しています。エンボステンボスという美しい凹凸構造を作るには普通の紙では到底無理で、この特殊な素材が必要なんだそうです。この Apple Watch Ultra の箱も手触りとグラフィックの両立のために相当に作り込んでいます。そして作った箱は徹底的にまた試されます。ここでも過酷なテストが待っています。超高速カメラで iMac の箱を約1メートルの高さから10回落とします。中のクッションがどういう風に潰れてどう跳ね返るのかを見て分析しているんだそうです。さらに環境チャンバーでは船や飛行機、トラックでの輸送を想定して温度や湿度を何日も何週間も変え続けて記録していく。中でも僕が一番驚いたのがこのおとりの箱のようなもの。
製品サイズや重さを揃えた木箱の中央に加速度センサーというのを仕込んで、本物の荷物として世界中に実際に発送します。どこでどの国で何回落とされるかを計測していきます。これはアップルが10年以上かけて集めた世界最大級のデータになっているそうです。こうした地道な工夫の積み重ねでアップルは直近の5年間だけで1万5000トンのプラスチックを削減しました。これはペットボトルにしておよそ5億本分です。さすがにこれはすごいですよね。最後に見せてくれたのが箱を開ける時のスーッと滑るような感触です。これは形を変えても今も存在しています。彼らはね、これをグライドと呼んでいて、きつすぎず緩すぎず絶妙になるように箱ごとに調節して試験までしているんだそうです。正直開けたら捨ててしまう、そんな箱にここまでの執念というのは、包装であったり見せ方を大切にする日本の感覚とどこか通じるものを感じました。環境のためでもあるんだけど、購入した人が思わず笑顔になってしまうものでもある。ここにね、驚くほどにこだわっていました。ということで、ここまで見てきたのは製品が生まれて無事に僕たちの元に届くまでの話でした。でもどんなに頑丈に作っても、どんなに長く作っても、いつか必ず役目を終える時が来ますよね。皆さん冒頭の問いを覚えていますか？使い終わったスマホは一体どこへ行くのか。アップルが一番見せたかったもの、その答えがここにありました。これが iPhone を解体するロボット Daisy です。なんと iPhone1 台を18秒で解体することができます。ロボットの中に入れてみましょう。デイジーは iPhone を粉砕するのではなく、1台ずつ丁寧に分解するロボットです。しかも現状では36種類の iPhone を混ざったまま受け取って、1台ずつこれは何の機種かを見極めて、正しい手順でそれぞれをばらしていきます。具体的な手順としては、まずはディスプレイを止めているネジをピンで打ち抜いて外して、ディスプレイを筐体から剥がしております。ネジの位置は全て把握済みなので、外すのではなくてパンチで一気に打ち抜きます。そしてモジュールを取り出していくのですが、中でも驚いたのがバッテリーの外し方です。なんとマイナス80度の冷風を吹きつけて接着剤の粘着力を奪い、ポロッと外してしまいます。この白い煙は薬品とかではなくて、ただの冷たい冷気です。ほんでその速さがとにかくすごくて、なんと1時間に最大200台、年間でいうと約120万台を分解できる計算です。解体された素材たち、パーツがここに来ています。皆さん、そしてこちらが A17 のチップです。こんなにちゃんとチップの名称が書かれてたんですね。これがスピーカー。おお。わー、これフェイス ID か。マジか。皆さん、これが iPhone の裏についてるリアカメラですよ。こう見るとめちゃくちゃちっちゃいですよね。皆さん、これタプティックエンジンって書いてるんですけど、これがね、振動を伝えるエンジンというところでだそうですね。で、こっちがね、メインとなる基板のボードになってます。うわ、これ面白い。アップルがなぜここまでするのかというと、使えなくなった機器の中には銅も金もコバルトもレアアースも眠っています。仮にこの材料を1トン分回収するということは、鉱石そのものを2000トン掘るのに匹敵します。だから捨てるのはあまりにももったいないんです。実際にアップルはバッテリーのコバルトを 100% 再生材にし、現在では出荷する製品の材料の 30% を再生材に切り替えてきています。この回して使うという発想がそのまま形になってきた製品もあります。それがこの MacBook Neo です。 MacBook Neo は再生素材を 60% 使った Apple 史上一番再生材の多い製品になっています。本体は新しいアルミの成形方法で、従来の削り出しに比べ使う原材料を半分にしています。さらに裏蓋を開けると、交換の多いバッテリーや基板が横並びで簡単に修理をして誰でも長く使えるような設計になっています。この MacBook Neo のように、今後はより多くの再生材を使用した製品がたくさん開発提供されていくんじゃないかなと僕は感じています。使わなくなった iPhone どうしてる？実は先日僕は Instagram の2万人以上のみんなにアンケートを取ってみました。
その結果はこんな感じです。最も多かったのは家で保管し続けているということでした。その次に多かったのが下取りに出すということです。やっぱり保管しているという人はかなり多いんじゃないかなと思います。ちなみに下取りについて Apple のトレードインについては知っておいて損はないと思います。やり方はめちゃくちゃ簡単で QR コードを読み取って端末の外観をスキャンします。そうすると内部を診断して数十秒で査定額が出てくるんです。例えば iPad Air で最大8万6000円ぐらい、 iPhone 16で最大8万7000円、金額はそのまま新製品に当ててもいいし、ギフトカードで受け取ってもいいです。もちろん店頭でやってもいいし、オンラインの下取りキットでもすることができます。対象は iPhone や Mac だけではありません。20種類以上の電子機器、なんと Android スマホまで受け付けています。そして価値がつかない壊れた端末まで対価ゼロでも回収をしてくれます。2025年は約1560万台が再び生かされる見込みだといいます。でもお金にならない端末までなんでわざわざ回収するんだと思いますか？もちろん一つはリサイクル、自社製品をより再生材を使って生産するため、そしてもう一つ別の狙いがあります。実は Apple は DAISY の特許を他の企業や研究機関に無料で公開しています。これって普通なら隠しておくはずの武器ですよね。なぜここまでするかというと、やっぱり理由はシンプルです。リサイクルというのは1社だけが完璧にあったとしても地球規模であればほとんど意味がないかもしれないというところです。業界の全体が動いて初めて効いてくる。だから Apple は囲い込まないんです。お金にならない端末まで回収するというのも、技術をタダで公開するというのも、根っこの狙いは同じで、循環そのものを業界の当たり前にすることだそうです。これは単に自社製品を売ることじゃないんだと思います。でさらに僕もずっと引っかかっていた疑問があって、長く使える製品を作ったら買い替えが減ってしまってアップルは儲からないんじゃないのというところですよ。でもこれはアップルによると、それをトレードオフだとは考えていません。私たちはイノベーターですとのことです。つまり常に新しい機能は作り続けながら、長く使いたい人や家族に譲りたい人にも応える。製品の新しさが欲しい人と長く大切に使いたい人、その両方に全力でイノベーションするというような、そんな立場でした。でこれはあくまで綺麗事では終わってなさそうです。とある数字が裏付けています。排出量は2015年比で 60% 以上削減しています。一方で売上というのは同じ期間でおよそ 78% も伸びている。つまりこの環境対策と事業の成長は両立できているということです。環境やサステナブルをやると儲からないというのは少なくとも Apple には当てはまっていません。しかもね、長く使えるということには Apple にとっての旨味もあると思っています。下取りで出された端末は整備されてまた誰かの手に渡っていきますよね。それはより多くの人が初めての Apple の体験を得るということです。つまり長く使えるということは客を減らすのではなく入り口を増やすということ。もう一歩踏み込んでいくと、スマホの性能はもう十分ですよね。みんなが持つインフラになりました。こうなると毎年新品を買わせるだけではもう伸びていかないかもしれない。だから1台を長く使ってもらって、その間ずっと自分たちのサービスやエコシステムの中に入ってもらう。その上で中古で新しい人の入り口も広げていくと、そっちの方が確かに合理的なんじゃないかなと僕は感じています。これらのアップルの長寿命化というのは美談であるとも同時に、成熟した市場での必然の戦略転換でもあると、僕はそういうふうにも見ています。ということで、ここからは僕がこの取材で本当に感じたことを話させてください。今や多くの人にとってスマホもパソコンももう生活のインフラですよね。そして性能も正直も質を十分に達しています。だからここ数年の新製品というのは必需品というよりも少しずつ嗜好品というか、こだわりの領域に近いようになってきているような気がしているんです。もしそうなら勝負どころはもっと早くとか、もっと綺麗に撮れるとか、そういったところではなくて、どう作ってどう返すかというところに移っているかもしれません。そしてもう一つの疑問がありましたよね。これらの環境コストというのは結局は製品価格に乗って僕らが払っているだけでないのかというところ、これは正直なところ実際にはわからないんですが、少なくともこれらの取り組みによって製品が安くなっていくということは僕はないかなと思います。というのも再生素材というのは品質基準を 100% 満たすものだけを使うので、必ずしも安いわけではないはずなんですよね。つまりこれらのリサイクルというのは値下げのための策ではなくて、品質とサプライチェーンの安定のための戦略でもあるのかなと思います。あとね、取材ではこんな質問も出ました。環境政策への逆風が強まる中でアップルの姿勢は揺るがないのかというところ、これに対してアップルははっきりと言いました。政治の風向きではなく科学と地球にとって正しいことをやっていく。アップルという企業がやる意味というのはここにも僕はあるんだと思いました。
ということで最後に僕らには何ができるのかアクションプランの提案をさせてください。多分すごく地味なことではあるんです。でも皆さんにいくつか提案したいんです。一つは長く使う設計に乗るということ。ケースとか画面保護で守って OS のアップデートを切らさない。買い替えは新しさだけで決めずに必要かどうかというところで判断するということです。そして2つ目は手放す時に保管し続けないということです。世界のスマホのおよそ半分が引き出しの中で眠っていると言われます。それは全くゴミではなくて都市鉱山です。金銭的にも環境的にも価値が眠ったままであるという状態です。だからこそまだ使えるのであれば家族や友人に譲る。譲り先がなければ下取りに出す。下取りに出すんであれば時間とともに価値は下がっていくので、出すなら早めの方がいいと思います。お金にならなくても無料でリサイクルに出せば素材としてちゃんと生き返ります。そして3つ目、データは安全に消せるということを理解しましょう。今まで使った iPhone を手放すのが不安という一番の壁は多分データですよね。でもめちゃくちゃ手順はシンプルです。事前にアカウントとパスワードを準備して iCloud にバックアップをする。探す機能をオフにしてサインアウト、そして初期化です。店頭であればスタッフの方が手伝ってくれるはずです。あまり怖がらずにチャレンジしてみてください。そして最後は正しく手入れをして長持ちをさせるということです。ここ数年の iPhone の耐水性能は素晴らしいんです。でも石鹸とか蒸気っていうのはあまり得意ではないみたいです。あとは海水等に濡れてしまったらむしろ真水で洗うようにする。こういう小さな積み重ねが寿命を伸ばしていきます。Apple ファンの方は今まで使ってきた思い出の iPhone を手放すというのは寂しい気持ちも僕はよく理解ができます。いわゆる性能が差がつきにくい時代にこれからはどう作ってどう返すかというのが価値になっていくかと思います。ただ Apple も企業ですよね。ボランティアや綺麗事だけでは存続できないと思います。だからこそ環境を事前とかではなく次の競争軸にしたんだと僕は思います。事前ならいつかやっぱり止まると思います。でもビジネスなら続きますよね。そして他社も追っていくと思う。僕らの iPhone の選び方と手放し方というのもその大きな循環の一部です。最後になりますが、ここまでの全ての裏にあるのが Apple 2030という目標です。2030年までに事業だけじゃなく部品の調達から製品の一生まで丸ごとカーボンニュートラルにするということ。カーボンニュートラルとは排出をできる限り減らして残りは生み合わせ実質ゼロにするということです。そして2015年を基準としてそれらの進捗がこちらです。すべてのバッテリーでコバルト 100% の再生、すべての磁石でレアアース 100% 再生、自社設計の基板の金メッキとハンダ付けに使う鈴は 100% 再生。今年出たばかりの MacBook Neo は全体の 60% が再生素材であるということ。そして Apple の排出量は2015年比で 60% 以上も削減しながら売上は約 78% の増加です。地球にいいこととビジネスとして勝つということは両立できるのかもしれません。それを一番本気で証明しようとしている会社の舞台裏でした。皆さんは何年同じ iPhone を使っていますか？最新機種というのはとても魅力的ですが、長く丁寧に使い続ける、これもとても素敵なことだと思わされるような体験でした。ぜひ意見や感想をコメントで教えてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。